もうもろ露出狂だったわけね。いやお互い様じゃないと思って、まず日本の男性そういうのないし、したらお姉ちゃんがそれホームレスバッグだよって言ってあなた女王様なのみたいな。あにゃーせよー、ナインです。今日はですね、久しぶりに雑談メイクをやっていきたいと思いまーす。で早速始めていきますね。口にないん。まず顔を洗ってきたので、こちらパイオンテックボリュームトックスオリジナルブースターを使います。これがね、メイク前とか、あとはフィクサーとかにも使えて、メイクのね、密着力がピタッと良くなるんですよ。で、私いつもね、朝サプリを取るんですけど、朝ごはん食べたので、朝兼昼ご飯、こちらのキヨームの乳酸菌取りますね。これ前も多分言ったと思うんですけど、私いつも空腹の状態に朝まとめてサプリを取る派なんですよ。だけど乳酸菌って胃酸に弱いので、食後だったりとか、あとは寝る前に取るとそのいい睡眠の助けになるので、空腹には取らない方がいいらしいです。ということで私超もったいないことしてたと思って、これがね、乳酸菌がこの1包の中に1丁入ってるんですよ。で結構ね、味も飲みやすくて気に入って今ずっと飲み続けてます。やっぱり綺麗なお肌って腸内環境を整えるのが大事だから、結構その韓国の女優さんの What's in my bag とかバッグの中身紹介とか見ると、みんなね乳酸菌飲んでるんですよ。結構特に日本の方ですと胃腸弱い方すごい多いと思うので、ぜひ乳酸菌取ってください。次、パイオンテックボリュームトックスオリジナルペプタイドエッセンス。今こちらコング中でね、たくさんのご注文ありがとうございます。これほんと絶対にみんな使ったら感動すると思うの。あれだけ化粧品を使ってる私が感動してるので2セットねご購入してくださった方もすごいたくさんいらっしゃって、2セットご購入いただくと私からこのねトリートメントバーも差し上げてます。でもうね、この価格でできるのは最初で最後かもしれないってブランド側にも言われてるので、ぜひねこの機会にたくさんの方に試して喜んでいただきたいです。ちょっと泡が上がってきたので何から話そうかな。私の友達が韓国に来た時に、その子初めての韓国だったのね。でもう本当に私が完全コーディネートして美容ツアーに連れてってあげたの。皮膚科行ったりとかアートメイク連れてってあげたり、スパに連れてってあげたりとかしたんだけど、その時にもうほんと初めての韓国で韓国語も喋れないから、私がもう行き帰り空港もね全部ついてってあげたのね。で帰りの時に空港でじゃあご飯食べようかって言ってから、空港ってねどれ食べてもあんま美味しくないんですよ。でも本当に適当にお店入って、友達がビビンパ食べたいって言ったので、じゃあそれ頼むかって言って頼んだのね。そしたらもう私的に結構今まで食べたビビンパの中で一番まずかったの本当に今までこんなまずいビビンパ食べたことないっていうぐらいすごいまずくて、その日本って結構味付けをしっかりするじゃないですか。でも韓国ってそのビビンパの具材にあんまり味がついてないものが多くて、そこにコチュジャンとか入れてから味をつけたり、あとはキムチと一緒に食べることが多いのね。だから日本みたいにその具材自体しっかりと味がついてるものではないので、ちょっと馴染ませていきますね。すっごい味気なかったので、しかもその入ってる具材もなんか葉っぱもなんか雑草みたいななんか誰かの残り物なのかなっていうぐらいほんとちょぴちょぴみたいな、なんか草みたいのが入っててなんか私はその届いた瞬間からなんかすごいまずそうって思ったのね。で食べたら案の定本当に味気なくってまずいなって思ったんだけど、その子がもう私が連れて行くとこ全部美味しい美味しいってすっごい食べてくれる子なの。すごいもう便利だなと思って、何でも美味しい美味しい言ってくれるから、結構私的にほんと人生で一番まずいぐらいのまずさだったから、パイオンテックボリュームトックスオリジナルカタツムリクリームだから、なんか友達がなんか私の手前上まずいとか言うのが申し訳なくって美味しいって食べてくれてるのかなって思ったのね。でまあ私もそんな美味しい美味しい食べてくれてる友達の前でさまずいとか言えないから、なんか普通にみたいな、なんか無言で私は食べてたわけね。それがその子の1回目の韓国で、2回目韓国来た時にちょうどその話になったので、なんか友達があのビビンパが本当に忘れられなくって、今回もう帰りの空港でそれを食べたいんだみたいな、もうシミュレーションしてるっていう話をしてきたのね。で私がみたいな、あれ本当に美味しいと思って美味しいって言ってたの？それとも合わせて言ってたんじゃないのって言ったら、あれはもう自分的にもう人生ですっごい一番美味しいビビンパだったんだって。そうだったんだって言って、
でなんか日本ってさ、ご飯の上にそのまま具材が乗ってからこう提供されるけど、そのお店は器にそのビビンパの具が入ってて、ご飯は別途来て自分で入れて混ぜて作るみたいなタイプだったのね。だからなんかその子はその混ぜて作るのが自分的にすごい新鮮だったから、それで自分がやられてたのかもしれないみたいな、ウケるんだけどみたいな、自分的に人生ですごい美味しかったやつが私にとっては人生で一番まずかったものだったわけじゃない。だからそれがめっちゃウケるっつって爆笑したんだけど、で私がそのビビンパを食べた話をオンマにした時に、空港で食べていいものはソルロンタンだけだよみたいな、何食べてもまずいから失敗しないのはソルロンタンだからソルロンタン食べないといけないよみたいな、そういう話をしてきて、あ、そうなんだって思って、で友達にもそれを言ったのね。オンマがビビンパじゃなくてソルロンタン食べろって言ってたよみたいな。そしたら友達が、じゃあ分かった、今回はソルロンタン食べるって言って、もうそこまで頑張って自分の頭の中でシミュレーションしてたのにソルロンタン食べるって言ったのね。シャイシャイシャイの日焼け止めを使います。もう今までそれが、そのビビンパが本当に忘れられない味だったけど、今回はじゃあそれ食べるって言うから、じゃあそれ食べてみてみたいな。で今回2回目だったから私もちょっとついてくの大変だったし、じゃあ今回1人で帰ってねって言ってから、でまあ LINE でやり取りしてたんだけど、なんかちょうど空港に着いたよって連絡があって、でその後に注文したよってピコンって私になんか写真が送られてきたのね。その食べ物プラスなんかレシートが隣にこうやって写ってたので、なんかソルロンタンじゃないみたいだなって、見た目がパッと見ソルロンタンに全然見えなくって、なんか違くないと思ってレシート見たらコンタンって書いてあったのめっちゃウケるって思って、オチそれかよって思って、でもまあ似たようなものだからまあいいんじゃないって思ったんだけど、シャネルリキッドハイライターを使います。でじゃあ友達にそれどうだったみたいな聞いたのね。そしたらやっぱり自分はどうしてもビビンパの味が忘れられないんだってだからやっぱり自分はビビンパを次回はどうしても食べるって言って、で次回本当に食べて私の記憶が間違いだったのか、本当にその時美味しいって思うのか、それをちょっと真実を知りたいから、次回3回目はそれ食べるって言ってました。もし皆さんが韓国のインチョン空港とかで食べて美味しかったっていうものがあれば、ぜひご共有してください。でさ、これは前も話したことなんだけど、日本ってさ、本当にその人混みの中でもこうぶつからないように避ける能力みたいな、なんかお互いにそうぶつからないようにこうやって気をつけるじゃないですか。で本当に東京駅とかあんな人がごった返した中でも、私人とぶつかったことが一回もないのね。で本当にこれは外国人もすごい驚いてることで、私も日本にたまに帰ってきた時に東京駅行ってから本当に日本すごいなって思うの。そう、なんかセンサーみたいな、人にぶつからないセンサーみたいな。で韓国に行って思うことはね、人も普通に若い人はあんまりないんだけど、やっぱ結構年いってる方とかだとバンバンすごい当たってくるし、今回ちょっと新しいファンデーションをちょっと試してみたいなと思って、じゃーん、グレードベルグローパワーリフト V クッション。これがね、ナチュラルゴールドベージュとピンクゴールドベージュがありまして、リフトアップ効果のあるクッションなんだって。でこれがチャンドンゴンの奥さんのコソヨンさんとか、あとはキンヒエさんが広告モデルを務めてるブランドになります。リフトアップ効果のあるクッションって面白いし、大女優さんが広告をやってるっていうのはちょっと期待大だなと思って、ちょうど今日これ初めて使ってみようと思うの。私はこっちのピンクゴールドベージュの21号を使いたいと思います。こんな感じで V っていう刻まれてて、すごいなんかパッケージもねこんな感じで綺麗で、ちょっと高級感がある感じです。なんかね、口コミとか見ても結構口コミも良かったの。なんか結構しっとりする感じ、なんかすごいツヤツヤしてて崩れにくいっていうレビューがすごい多くて、もうこれ以外使えませんみたいな書いてる人がすごい多かったのね。試してみようとか思って。そうで、なんか最近あったことが、なんかこうやって普通に道歩いてたのね。そしたら前から女の人が歩いてきて、私とぶつかりそうになったわけ。そしたらその瞬間にはーみたいな声に出して、あーみたいな、うぜーみたいな感じで刺されて、いやお互い様じゃないって思って、あなた女王様なのみたいな、ここは私の道よみたいな、邪魔どいてみたいなさ、なんかすっごい感じ悪って思って、そういうのってさ譲り合いじゃないですか。お互い様じゃない？大体そういうのやってくるの女なんだけど、まずさ日本ってそういうのないじゃないですか。人とぶつかりそうになったらさ、大体譲るかさ避けるかするじゃない。そんな声に出してはーとかさあーとか言う人いないじゃないですか。で前もさ、私が今回のことに限らず他でもそういうことあったって言ったじゃない。本当になんか一瞬ですっごい気分が悪くなったの。だから家帰って邪気払おうって思って、もう政治炊いてから鈴鳴らして邪気払った。でも私はほ
ほらすれ違いも人との縁って言うじゃないですか。だからなんかすっごい気分悪くなったけど、私はそうやって生きるのはやめようって。その一瞬のすれ違いで人の気分害するって結構天才だと思うの。私はなんかそういう人になるのはやめようってちょっとそこで学んだ。おー、なんかこのクッションね、密着力がすごくいい。で、肌表現がすごい綺麗。厚塗り感とかがあんまりなくって、肌にピタッと密着してくれる感じがある。で、ベタベタ感とかがないし、綺麗なツヤ感が出てくれて、今のところこれすごいいいと思う。肌すごい綺麗じゃないですか。すごいなんかピタッとね、密着してくれる感じ。ツヤはあるんだけど、なんかこうギタついた浮いてくる感じがなくって、結構綺麗じゃないこれ。これは結構なかなかいいと思います。ちょっと今日一日これで過ごしてみて、どうなのかちょっと見てみたいと思います。みんなが香りとか気になるから買い得ね。普通に化粧品の香り。別にそんな匂いが強いとかは私思わないけど、香りは私あんま香りとかそんなに気にならないタイプなので、そんなに香りは強くはないとは思いますね。これを使います。シャネルのチークなんだけど、ちょっとフランス語で読めません。ウォーターフレッシュブラッシュって英語で書いてあります。これがこんな感じでつぶつぶが入ってるリキッドタイプのチークなんですよ。これを出してからほんとちょっとでね、すんごい伸びるので、ちょっとだけ出して手の甲にこうやって広げるんですね。そうするとこう中のつぶつぶが潰れてくれて、こんな感じになるので、手の甲でちょっと一旦広げてから頬にポン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 乗せていきますね。やっぱさ、寒くなってきたからちょっとしっとりしたものがいいなと思って、あんまりこうパウダーのチークよりかはリキッド系でちょっと使おうかなって、季節が変わってきたので。で、これがね、すんごいお肌がしっとりして綺麗なツヤ感が出てくれます。しかもなんか濃く乗らないところがいい。色はすごい悩んだ。なんかどれも結構イエベさん向きのカラーで、これだったらいいかなと思って私はこの色にしたんですけれども、なかなか可愛いの。しかもなんか濃くボテって乗らなくて、こうみずみずしい綺麗な感じのツヤ感というか、しっとり感。パウダーゴテゴテ塗っちゃうと肌がすごい老けて見えるんで、私それあんま好きじゃないんですよ。だからあんまりこうパウダーチークよりかはこういうリキッドチークの方が肌も若々しく見えていいかなと思います。で、周りもこうやってちょっとぼかしてあげて、やっぱりファンデーションこれいい。他のやつはね、結構よれちゃったりするんですけど、密着力がいいからファンデーションもよれないし、で、残ったやつはちょっとこうまぶたのあたりにベースとして塗ってあげるといいと思います。本当にね、少量でこのチークすっごい伸びるので、もったいないからそんなに出さなくていいと思います。まぶたの上のあたりにちょっとのせてあげることで統一感も出て、ちょっとふわんとしたお顔になるので、ちょっとね、ここら辺にのせてあげたりとか、あとはね、こう耳たぶとかのせてあげても可愛いと思います。あと顎とか。顎に軽く入れてあげると、顔が詰まってキュッてちっちゃく見えるので、頬、まぶた、顎、あと耳たぶに入れるといいです。そしたらアイシャドウはこちら、サンローランのクチュールミニクラッチを使います。お色味はこちらのピンクとパープルが混ざったお色味です。で、視聴者さんに下まぶたに入ってるピンクのアイシャドウがすごい可愛いので教えてくださいって言われたんですけど、おそらく多分これのことかなって思います。すごいね、このサンローランのラメが可愛くって、私は結構これを使うことが多いんですけれども、このピンクのキラキラを上まぶたにのせていきますね。結構ね、やっぱ私が面長なので、下まぶた重心なアイメイクにすることが多いです。私結構洋服が好きなのね。あんまり人と被るのが好きじゃないから、人がよく着てるものとかよく持ってるものとか自分あんま好きじゃないのよ。よくさ、店員さんとかで私こうやって服見てたりすると、私もそれ同じの持ってますとか、これはなんかお店によるとは思うんだけど、そうやって言ってくる店員さんいるじゃないですか。なんか私あれすごい嫌なのね。もし言ってる方いたらすいませんなんだけど、個人的には同じの持ってるから何って思っちゃうわけですよ。で、なんか日本ってさ、結構周りがみんな着てれば安心みたいな、そういう流れというか、そういう風な方が多いじゃないですか。みんなと同じものがいいとか、赤信号をみんなで渡れば怖くないじゃないですけど、人と違うちょっと個性的なことをしたら浮いちゃうみたいな、そういう感じが日本だから、私も同じの持ってますっていうのが多分共感じゃないけど、それがなんか売り文句なのかなって思うんだけど、私それ言われるとすごい嫌な気持ちになって、なんかあんま買いたいっていう気持ちにならないんですよ。そしたらオンマすごい毒舌なのね。うち一家みんなすごい毒舌だから、オンマはそれを言われた瞬間に、じゃあいらないって言ってこうやって戻すんだってだからそれはやばいよみたいな、じゃあいらないわって言って戻すって言っててさすがに私はそれはしないけど、なんか例えば洋服とかじゃなくてバッグとかだったらわかるの。機能性のバッグ、
私もね、最近飛行機乗ったりする時にカメラとパソコンとか全部持っていかないといけないから、いつも飛行機移動の時リュックなんだけど、それで今回エースのリュックを買ったんですよ。でエースのリュックがすっごい便利で、もともとメンズのものしか売ってなかったんだけど、レディースのものが売り出して、で今第2世代まで売ってるらしいんですね。であれめっちゃすっごいいっぱい入るし、こんなところにもポケットあるんだみたいな、すっごい便利なんですよ。なんかそういうさ、機能性的なバッグだったらなんか説明の一環で、私も同じの持ってるんですけど、こういうところにもこういうの入ってすごい便利なんですよみたいな、そういう感じの説明だったりとか、あとはなんかスーツケースとか、私もこのスーツケース持ってるんですけど、旅行の時にこれだけ入って本当にこれすごい何でも入るのですごい便利なんですよねみたいな。でスーツケース自体軽いから荷物たくさん入れても全然重くならないですしとか、他のやつは結構重量が重くなっちゃうけど、これは全然そういうことがないんですよみたいな。だから私もすごい重宝して使ってますが、なんかそういう説明だったら私理解できるの。だから洋服とかそういうのであんまりなんか同じの持ってますって単純にね言われるのってなんかすごいあんまりなんかしっくりこないというか、例えばなんか私もこれ持ってるんですけど、こういう組み合わせとかこういうので結構使い回しできますよとか、なんかそういう説明の仕方だったらすごい理解できるし、なんか買おうかなと思えるんだけど、単純に同じの持ってますって言われたところでだから何って思っちゃうのね。その店員さんの話の場合ね、私の洋服とかねアクセサリーとか見て、私もそれ同じの欲しいですっていうのはすごい嬉しいの。だから勘違いしないでください。それはすごい嬉しいし、過去にもね視聴者さんが私の見てから同じバッグ買いましたとか言ってて、それすごい嬉しかったので、それは誤解しないでください。ただなんか私がねお店に行った時になんか店員さんの説明の仕方がちょっと腑に落ちなかったなっていう感じで、わかりますこの間ね中華街に行ってお姉ちゃんが占い見たいって言ってから、中華街ってすごい占い多いじゃないですか。で今ね下まぶたにこれを入れて、でまたこういうピンクとか紫のパールがあるのでそれを入れてからアイメイク仕上げていきます。アイラインはまずこの濃い紫でアイラインを描いていくような感じです。でなんか良さそうなところに入ったんですよ。でお姉ちゃんはなんかただのその市中水明とかそういうんじゃなくて、なんか霊視がいいって言って、でちょうどなんか占いやってますよみたいな、なんか客引きっていうんですかね、そういうおばさんが占いやってるよみたいな、今人気の先生ちょうど空いてるからみたいな、この方は唯一霊視もできるからどうみたいに言われて、お姉ちゃんがじゃあ見たいみたいに言って、でその占いのお店に入ったのね。じゃあ始まります。で始まる前になんか説明を受けるの。私の目を見てくださいみたいな、目を見つめますみたいに言われて、ずっと私の目を見てくださいっつって、こうやってお姉ちゃんをじっと見るわけね。でなんか本当になんか何なんだろうって思ったのが、言うこと何一つ当てはまってないので、なんかお姉ちゃんから答えを誘導しようとしてるのよ。だから例えばお姉ちゃんが今アメリカで教授やってるんだけれども、それが正しいのか、今後ずっとそこにいるべきなのかみたいな、そういう質問を占い師の方にしたわけよ。だから占い師の方があなたはどう思うみたいな質問をしてきたので、なんかお姉ちゃんが、自分はイギリスにもお姉ちゃんいて、その前にカナダでも結構長かったから、自分はそっちの方が合うと思うんだよねみたいな、そういう話をしたら、イギリスもいいと思うしカナダもすごいいいと思うみたいな、なんかお姉ちゃんから答えを全部引き出してるわけで、なんか一つ一つ質問に対してお姉ちゃんからあなたはどう思うって聞いて、それでいいと思うみたいな、全部答え引き出してきて、なんでお姉ちゃんもそれ言うのみたいな普通それ占い師が答えることじゃないのみたいなことをお姉ちゃんも全部答えちゃうから、後で聞いたら、いやでもそれ言わないともう進まなくないみたいな、仕方ないから言ったみたいに言ってて、でなんかすごいなんかこれだったら誰でも占い師になれるなと思った。だからなんか占いっていうより、なんか相手の話を聞いた、うんって聞いてあげて、相手の求めてる答えを言う系。私はどっちかというと、本当に今後未来がどうなるかを見てほしいタイプなの。なんか分かれるじゃないですか。本当に未来がどうなるのかを見てほしい方と、単純に自分の話だけ聞いてほしいみたいな、それって別に占い師じゃなくてもよくないって思うの。心理カウンセラーみたいな話を聞いてもらった方がいいんじゃないかなと思うけど、私はたまたま YouTube なんかポーンって上がってきたやつに、なんかもう最悪絶対もうこの占い行かないみたいな書いてる人がいて、この人何言うんだろうなと思って見てみたら、なんかその占いを見に行ったらすっごいひどいことをいろいろ言われまくったんだって。でもその方は占いをヒーリング目的で行ってるから、なんかすごいそういうことを言われて、自分は衝撃だったし、もう二度とこんなところ行かないみたいに言ってて、でもなんでみたいな私は思ったわけよ。だって自分はその未来がどうなるのかを本当に知りたくて言ってるから、それがいい結果だろうと悪い結果だろうと
正直に言ってほしいタイプだから、そんななんか、大丈夫だよ、よしよしよしみたいな、そういうの自分必要ないのね。でもそういうのやっぱ求めてる方がいて、それ目的で単純に自分の求めてる答えを言ってほしいタイプの方いるじゃないですか。だから占いってそういうので結構成り立ってるんだなと思って、見れる見れない関係ないなみたいな、誰でも占い師なれんじゃないと思った。相手の話聞いてから喜ぶことを言えばいいわけじゃないですか。私が昔行ったところでは、なんか私近所のおばさんに悩み相談してんのかなみたいな、なんか占いで見るっていうよりかは単純になんかそのおばさんが私の悩み相談を乗ってくれてる感じで、なんかこんなんでお金払って本当に無駄だったわって思って、占いってそういうもんですよね。ただこれはなんかエンターテインメントというか単純な楽しみとして見てるので、本当お金の無駄だからもういいやって思って行くことはやめました。正直なんか聞いたところでどうにもならないし、別に聞く必要ないかなって思って、しかもその横浜のお姉ちゃんが行った占い師、みんな家族みんなで行ったのね。で、一番上のお姉ちゃんで見てもらったお姉ちゃん、私、おんま、その隣にアボジがいてたまたまみんないたからみんなでその話を聞いてたんだけど、隣見たらおんま寝てたしね。やったらなんか静かだなと思ったらおんま寝てたから、で急に起きてから大丈夫みんなも見るみたいな、で話聞いてたみたいな全然当たってないのになんで進めてくんのって思ったら寝てたらしい。でこの間ね、私結構日本に帰った時におんまとよくコストコに行くのね。で、私は日本でそのコントレックスってお水をよく飲んでて、韓国に売ってないの、コントレックスが。で、それがコストコが一番安いんですよ。で、コストコに行って毎回コントレックス買うんだけど、あれがね、本当に箱何十本入り忘れた、十何本入りだからすっごい重たいの。1本2リッターぐらい入ってるのが十何本入ってる。十何本ぐらいかな入ってるから結構重いんですよ。で私ほんと力ないから毎回オンマにそれをカートに移してもらってるんだけど、オンマ力持ちだからねで、なんかある時コストコってさ、結構外国人のお客さん多いじゃないですか。で、なんかすんごいテンションがハイパーな外国人のなんかおじさんがいて、なんかカートでシューみたいな、走りながらカートで駆け回ってるおじさんがいて、なんか急にやってきてから、なんかコストコでさ試食会とかやってるじゃない。で、なんかその試食のキウイかなんか食べてから、すごい美味しいねって言ってピューンってまたどっかに行って、なんかすんごいハイパーな変わったおじさんだなって見てたの。したらなんかそのコントレックスのコーナーにいたらちょうどそのおじさんがいて、でオンマがこのおじさんこれ取ってくれないかなみたいなこれ重いからコントレックスカートに移してくれないかなみたいにチラって言ったわけね。でそのおじさん全然それ聞いてなかったんだけど、そのおじさん急に私たちに話しかけてきて、これすごいヘルシーだよみたいな知ってるみたいなで急に話しかけてきて、でそうだよねみたいな。そしたら手伝ってあげようかみたいな。Do you need help? って言って、いいのみたいに言って、そのおじさんがいいよいいよって言ってから、その重たいコントレックスをカートに移してくれたんですよ。すごい優しいって思って、なんかさ、外国人ってそういうの結構ないですか？まず日本の男性そういうのないし、で、なんか外国ってすぐね、手伝ってくれるよなって思って、前も、私が成田空港で荷物待ってる時に、おじいちゃんがスーツケースを取るのに結構ね大変そうだったの。スーツケースが重くてなかなか下ろせないのっていたのね。で私手伝ってあげようかなと思ったんだけど、私も力ないからなんかそれで邪魔したら悪いなって思ってて、で私の荷物をもうちょうど来てたし、どうしようかなってこうやって見てた時にさっとね、その隣にいた何系なんだろう、ちょっと濃いめ系の、アラブではないんだけど、アラブではないな、でもちょっと濃いめ系の国の男性がパーって手伝ってあげてたのね。でなんかやっぱそういうの、重たい荷物とか手伝うのって大体やっぱ外国人の方ってさっと手伝ってくれる方多いなと思って、なんかジェントルマンだなっていうのをその時思いました。で私が韓国で地下鉄乗ってる時に、私基本的に電車で座りたくないのねっていうのは私すごい潔癖だからあんまり電車の椅子とか信用してないんですよ。だからなんか私絶対に電車とかで立ってる派なのね面白いのが、なんか友達と韓国行った時に私が電車でずっと立ってるから、友達がなんかダイエットで立ってると思ったんだって。でなんかすごいねみたいな、そういうところまでダイエット気にして座らないで立ってるって本当に意識高いねって言ってきたから、いやこれダイエットじゃなくて単なる潔癖で立ってるだけだよっつってめっちゃウケた。でそのある時にね、私の隣に白人の男性の方がいたのね。ちょっと人種まではわからないんだけど、ちょうど目の前の席が空いたのね。そしたらさ、大体なんか日本とかさ、もう俺が先だぜみたいな、俺が座る、またはちょっとこうどうしようかなって気にかけて座らなければさって座るから、どっちかタイプじゃないですか。その男性がね空いた瞬間にどうぞみたいな、私に席を譲ってくれたのよ。で
なんかすごいそういう時にスマートでジェントルマンだなっていうのを私は感じたの。なんかさ、何も言わないで無言で座るのか座らないのか見てから自分が座るっていうんじゃなくって、席が空いた瞬間にどうぞってこうやって譲る、声かけて譲るっていうのがなんかすごいスマートだなって、かっこいいなって思った。でそれをお姉ちゃんに言ったら、結構どこの人種の方だっけな、イギリスかな、ちょっと記憶が定かではないんだけど、お姉ちゃんも外国の時に結構どこどこの人種の人はそういうの結構あったよみたいな、多いよっていう話をしてましたね。そういうなんかレディーファースト精神じゃないけど、あと荷物取ってあげたりとかさ、結構飛行機とかでも結構その留学中とかってもうリュックだし荷物重いし、それ上に乗せるのもすごい大変じゃないですか。でそういうのを結構ねこう手伝ってから上に乗せてくれる人とか多いんですよ。コスノリのアイラッシュティンティングセラムを使います。で大体そうやって手伝ってくれるのって中国人の方が多いよねってお姉ちゃんが話してて、確かに私も過去荷物そうやって手伝ってくれたのが中国人の男性でしたね。だから日本ってまずそういうのないじゃないですか。人の荷物手伝ってあげるとか、席どうぞとか、まずなんかそういうのないから、だからなんかそこ違うなっていうのをすごいいろんな場面で感じた。IKEA とかでブルーのなんかビニールバッグあるじゃないですか、すっごい大きい。でなんかオンマがたまたまなんかそのビニールのバッグ便利だからなんか欲しいなみたいな言ってたので、そしたらお姉ちゃんがそれホームレスバッグだよって言ってホームレスバッグみたいなしたらなんか結構そのカナダとかでホームレスの人が大体それ持ってるんだって。だからお姉ちゃんからしたらそれはホームレスバッグらしい。ひどいよねだからそれ聞いてもう買うのやめてました。確かに私もカナダいる時にホームレスそれ持ってたなって思った。だからもうお姉ちゃんがホームレスバッグって言って以来、もうそれがホームレスバッグにしか見えなくなっちゃったよね。ウェイクメイクのミックスブラーディングボリュームシェーディングを使います。私が昔お姉ちゃんと女と韓国に行った時にミョンドンにあるとあるカフェに行ったのね。喋りながらこうお茶しながら座ってたんだけど、なんか目の前でなんかすごい落ち着きない男の人がいたのね。なんかそれがすごい視界に入ってきたの。なんかすごい落ち着きないなと思って、ちょうどね私がここに座ってて、女とお姉ちゃんが私の向かい側に座ってたのね。で私のその向こう側にその男性が座ってたから、その男性は私しか見えないわけよ。だからお姉ちゃんとお母さんは背を向けてたから見れなかったのね。何なんだろうってなんか視界に入ってきてすごい気になったからパッて見たら、もうもろ露出狂だったわけね。もうもろ下半身出しながら貧乏ゆすりをしてたわけよ。で私がみたいな、ねえねえやばいよやばいよみたいな、ね、目の前の人ほんとやばいからみたいな小声で言ったわけさ。だから小声だからおばとお姉ちゃん聞こえなくて、はみたいな、何みたいな、だから舌出してるんだってばみたいに言って、でもう急いで片付けてから、そこがちょうど2階だったから階段をバーッと降りたのね。私はもう怖かったから、だって私しか見てないしお姉ちゃんとおま見えてないから一番恐怖私じゃん。でもう私は急いでバーって下に降りたわけ。そしたらその変態が追ってきて、私の後ろから階段でバーって追ってきたわけよ。超怖いんだけどって思って、でもとりあえずもう一回着いたらミョンドンの本当人がわしゃわしゃいるところだったから、その変態もパーってどっかにね去ってくれて本当に良かったんだけど、受けるのがなんかお姉ちゃんとおまが頑張って変態してるのに誰も気づいてくれないからイライラして貧乏ゆすりしてたんだねつってめっちゃ笑った。だってさ結構悲しいよね。頑張ってからさ、一応変態もさその反応が楽しいわけでしょ。なんかキャーとかさ、まあわかんないけどその反応を見て楽しんでるわけなのに、あんまりに私たちが自分たちの会話に集中しすぎて周り別に全然興味ないから見てなかったわけでしょでなんか気づいてくれねえなこいつらみたいな思ってイライラしちゃったんじゃない。超めっちゃ貧乏ゆすりしてて、なんかかわいそうな変態だなって思ったでもうそこのカフェのネーミング変態カフェになりました。私基本的にほんとミョンドンほんと好きじゃなくって、人がすごいじゃないですか。ボビー・ブラウンのハイライティングパウダーピンクグローを使います。これねちょっと入れてあげるとすごい可愛いんですよ。でなんかよく韓国の方とか中国の方とかが着てるなんかブルドッグのさキャラクターのなんか洋服のお店がミョンドンにあって、でなんかちょっと可愛かったからちょうどお姉ちゃんに似合ってたし、お姉ちゃんがそこで何を買ったかちょっと忘れちゃったけどなんか買ったんですよね。で結構ミョンドンって外国のお客さんが多いから、その働いてる人も外国人の方が結構多く働いてるんですよ。そしたらなんかお姉ちゃんがそのお会計の時に見たら、袋には入ってるけどそう床にもう商品が洋服はバーって置いてあって、それをバンバン足で蹴ってたんだってだってさお客さんに売る商品をさ足でバンバン蹴ってるんだよ。なんかお姉ちゃんそれがすごい衝撃的だったって言ってて、で向こうもなんかこっちに英語で喋りかけてくるんだけど、その英語も全然上手じゃない英語だから何言ってんのか全然わかんないみたいなお姉ちゃん言ってて、そのミョン
ドはなんかそういう感じだから、私もあんまり好きじゃないし、なんか鳩多いじゃないですか。もう鳩だらけ。私鳩ほんと苦手だから。で、人混みすごいし、人が多いのも苦手だから、私あんまり行かないですね。はい、ということで、あとリップを塗ります。このコスノリの15番のウェーブティントを塗りたいと思います。このね、コスノリのウェーブティントは過去にも紹介したことがあって、結構可愛いんだけどね、ちょっと何色か重ねてみようかな。その前に、私はいつもね、リップライナーを使うんですけれども、このキボのリップライナーで、ちょっと唇の周りを整えますね。なんか韓国にクパンって言ってから、まあ日本のアマゾン的な、韓国にアマゾンないんですよ。代わりにクパンっていうのが普及してて、でみんな何でもかんでもクパンで頼めるのね。もう食べ物でも何でも頼めるので、私もなんかめんどくさいから外出たくない時とか食べ物とか頼んでたりしたんだけど、なんか韓国ってその荷物とかドア前に基本放置なんですよ。不在でも不在じゃなくても結構放置されることが多くて、でそういう生物とかってさ、日本だと基本生物は人がいなかったら持ってってくれるじゃないですか。でまたその不在通知が入って後で連絡して持ってきてもらうタイプなんだけど、韓国は生物でも関係なく勝手に置いてっちゃうのね。結構さ、今年の韓国の夏とかそういう食中毒とかが本当に食べ物屋とかでも多かったらしくて、で私はなんかそのクパンですごい不衛生だなって思ったのが、そのフレッシュバッグって言ってから、まあそれをエコだと歌っての保冷バッグあるじゃないですか。使い回しの保冷バッグで、それで届けてくれて、中に保冷剤とか入ってるんですよ。で、また次回注文するときにそれ受け取って帰りますよ、みたいな。そういうまあエコ目的でそのフレッシュバッグっていうのがあって、で、まあそれ利用したくない人は普通に発泡スチロールみたいな箱に入れて届けてくれるんですね。で、私はまあエコだからそのフレッシュバッグでいいやって思って一時期頼んでたんだけど、もう全然取りに来てくれないの。だから私がまたそういう冷凍のものとか頼んでもフレッシュバッグ持ってってもらわないといけないのに、全然毎回放置されるのね。それも嫌だったし、で結局やっと持ってってくれたんだけど、すっごい不衛生だなと思ったのが、もう韓国の道とかほんと汚い道とかにそういうフレッシュバッグとかポンってずーっと置き去らしにされてるのを目撃したのね。本当にもう誰かがそこで痰吐いてるかもしれないし、汚い道端あるでしょ。そういうところにもうフレッシュバッグがずーっと置きざらしになってるわけよ。だから全然取りに来ないから、それが何日間もずっと放置されてるわけでしょ。でそれがさ、いつか私のところに回ってくるかもしれないわけじゃない、そのフレッシュバッグが。ましてやさ、それ食べ物扱ってるものだから、すっごい不衛生だなって思って、気持ち悪いって思って、私はもうフレッシュバッグは利用できないと思いました。いくらエコでもちょっともう無理って思って。色可愛くない？めっちゃプルプルで色可愛い。そうだからそういうことがあって、って感じ。どんな生ものでも放置されちゃうから、普通にお肉とか頼んでも、特に夏場とかもうそのままになっちゃうわけよ。で私がちょうどそのいただき物でお肉を送ってくれたところがあって、私その時ちょうど日本にいたので、もう家帰ったらそれがずっと放置されてて、2週間ぐらい経ってて、もうすごいことになってた本当に異臭が半端なくって、もったいないことしちゃったなと思ったけど、そういうのってさ、すぐ受け取れないとやっぱ夏場とか特に腐りやすいし、家に不在だったとしてもずっと放置されちゃうから、すごい危険だなと思って、そう、日本の配達って素晴らしいなって思いましたよ。こんな感じで完成です。あとは洋服着替えて終わろうかなと思います。軽くちょっとパウダー塗りますね。ゲランのメテリオットビーユ。私これ大好きで、新作でちょっと商品がね、リニューアルしたんですよ。で、このパール。このキラキラな玉なんだけど、私はブラシとセットで買いました。これ香りがすっごいいいのね。これが私がカウンセラー時代の時に、ちょっとカウンセラーたちの間でブームになった商品なんですけど、これをちょっと軽く、頬はさっきリキッドのチーク塗ったので、ちょっと油っぽくなりそうな部分だけ塗っときます。すごい自分の顔からいい匂いがする。はい、ということで完成しました。忘れそうになっちゃった。締めにこちらのパイオンテックのブースターをかけます。これをね、フィクサー代わりにかけてあげると、より密着力がピタッとね、アップして、よりツヤツヤな綺麗なお肌になります。そして今んところさ、ファンデーションめっちゃ綺麗じゃない？すごい肌感綺麗だと思うんですけれども、ちょっとこの後1日過ごした後がすごい楽しみ。で、今ちょうどパイオンテックのコング中で2セット購入いただくと、ケマのこちらのバームをプレゼントさせていただくので、ぜひぜひチェックしてみてください。本当に、パイオンテック今後ずっと使い続けていきたいなと思っているもので、ちょっと質問があったので、それお答えしようかなと思うんですけど、
姿勢肌でも大丈夫ですかっていう質問をいただけまして、パイオンテックはですね、肌タイプ関係なく使っていただけます。ただ、私みたいな乾燥肌の方は、よりね、ドラマチックな変化を感じていただけるかなと思うのと、全然保湿感は高いのに脂っこさが全くないので、私すごいニキビ体質なんですよ。だけど、パイオンテック使って1回も今のところニキビができてないのね。なので、全然姿勢肌の方にもおすすめですし、実は韓国のメンズ人気の高い製品でもあります。で、さらにはこちら、カタツムリクリームなんですけど、過去にカタツムリ成分使って肌に合わなかった方がいらっしゃって、結構その化粧品って何十種類もの成分が組み合わさってその製品が作られているので、特定の例えばカタツムリ成分がお肌に合わなかったっていうよりかは、その製品自体が多分その方のお肌に合わなかったんじゃないかなと思います。で、パイオンテックはね、本当に韓国で200万本売れた商品で、つまり200万人の方たちが検証してくれた製品って思っていただいていいかと思います。なので、ぜひちょっと使っていただいて、私と同じ感動をね、味わっていただきたいです。購入方法とかはアプリでご購入いただけまして、クーポンとかもあるので、そちら概要欄の方をチェックしてください。インスタの方でも詳しい情報をちょくちょく配信していきますので、ぜひまだの方はフォローとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバーイ、アンニョン。